まあ順番でいくと一番最初にソロが出たのがしふみかな。なんでしふみの曲から行こうかなとかって思ってるんですけど、しふみちゃんもう1年前の不可逆。確かに。そうね、不可逆どうですか。まあパッとまあソロ曲まあ1年ぐらいは経つけれども、まあ撮り直して今じゃん。撮り直しました。どうよさ。今の方がうまく歌える。歌はね断然そうだね。だしその歌詞を最初もらった時より深く解釈した状態で歌えた気がする。そうかもね。まあまずなんか座組というかね、あれはまあ横井が作曲とコンポーズしてくれていて、で作詞はゲッシュルがやってくれていて、歌は当然新村しふみが歌っていると、まあこういうものになってるね。で1年前ぐらいに聞いた皆さん、生誕だったっけな。そう生誕で聞いた皆さんはまあ当然そんなの覚えてないとは思うんですが、まあその時から随分その横井の方がしっかりコンポーズをしてくれて、いい形になっていて、まあ作品としてもすごくこう聞き応えのあるものになったかなとは思うんですけれども、まあしふみの歌唱に関してはとってもその歯も一個もつけてないんですよ。皆さんは歯も当然あるんですけど、しふみのやつだけまあ歯もはなくって、ハモリ？あ、ハモリか。めっちゃうんとか言ってみたけど。まあなしでいこうかみたいな。ミルクの時もあったんだけど、やっぱりこうまあハモがいいとか悪いとかっていうのは一回別として、まあ生感とまあしふみのその歌本来のものみたいなところを、重点的に、まあパッケージングしたっていうのが今回の不可逆になっていまして、まあでも内容としてはそうね、もう志村しふみって感じだけど。そう思います。そうよね。マジで。そう思う。なんかそのままって感じよな。この曲はなんかさ、メンバーたちからしたらこれを初めてテフテフの中のメンバーのソロ曲だったわけじゃん。なんかどんな感じだったね。めっちゃ感動感情、親の気持ち親の気持ちで、生誕でステージ袖でこうやってみんなで見てるじゃないですか。動画撮ってたんですけど、こうメンバーをこう何こう俯瞰してじゃないけど、こうやって見ることってあんまなかったから、なんかすごい成長って感じになって、涙リーダーした涙って感じ。でもさ、みんなそうでした多分。まあなんかソロが歌えるぐらいテフテフに居続けてくれたことにめっちゃ嬉しくて泣けました。いや、それはみんなそうだよ。全部そうだ。みんなそうだけど。そうね。初手だからさ、余計ここまで来たんだなっていうさ、自分らもだしチームもだし、それをなんか改めて実感したかな、一人目のソロ。確かになんか感慨深かったね。で、あの時は結構なんだろうな、スタジオの中で横井とマジでなんか鼻歌歌いながらこんな感じこんな感じみたいな感じで横井にギター弾かせながら口でドラムとかしてやってたんですよ、作る時。ほんで洋楽の誰々っていうバンドがあるんだけど、ここのこういうのが欲しいとか、この楽曲のこういうのが入れ込みたいとか、でそのボーカルの詰め込み感が欲しいとか、なんかそんなんをこうやってやりながら、なんかスタジオ
表の中で、なんかこうああでもないこうでもないってああでもないこうでもないでもないか、もうただただわっきゃ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 してて、違うよみたいなそうじゃないそっちじゃないみたいなそうでよくまあこっちっすかねみたいな感じでやっててそうでまあみんなもねなんかまあ新規の中で横井を見たことがあるっていう人はいるか当然いますね。やってくれてるからバンドやってるそうあいつねなんていうのまあプレイヤーなんだけど、まあそう思われがちというかそうなんだけど実際にだけどやっぱ才能すごくあってただあんまりそういう才能が世に出てなくって歌とかもうまいしそうほんでしふみを生かすのはまあどうやってやったらいいかみたいなまあ最初はそうやって喋ってたんですよ例えば高音伸びるところがまあ欲しいよねとかで意外とピッチもしっかりしてるから結構まあ節があってもいいんじゃないかとかなんかそんなんを最初は喋ってたんだけどまあちょっと気がつけばなんかこう楽しくなっちゃってただただ好きな感じにしたっていう感じには最終的にはなりましたけどね。でも嬉しかったな。でまあとはいえ、まあ、曲はそれは曲でさ、でじゃあいざその生誕前にじゃあ歌詞みたいな、まあ、ところにはなってくると思うんだけど、やっぱなんていうの申し子的な子っていうのはまあ最初からずっと言ってたんだけど、まあだからこそもう全部ちっちゃいけどさ、体がねこれぐらいしかないけどちっちゃいなすごくちっちゃいけどまあちょっと全部背負わせスタイルっていうもうずーっとそうチームにはもうずーっと背負わせスタイルもうそれでしかないかなまああとあの時はいっちゃん最初のソロを歌った時って何月だったっけ？10月？10月2023年の10月ってことだよね。そうです。そうだよね。初日だった。そうだね。ああなるほど。アーチ音楽。はいああそうか、あれだからあれもゴールドアディクトツアーとかに帯同してなかったら言ってなかったような気がするんだよね。なんかソロ作るよとかも言わなかったような気がするっていうかもうそんな気力なかったしねいやマジな話でさ、そうまあねファンの子たちこそ知ってると思うけど、ねやっぱその武道館やってまあやることはやったじゃんみたいなところもあったし、確かにだけどまあその辺ぐらいちょっと前ぐらいか2月とかにまあ合宿とかしていて、まあテレビで変わる兆しあったなみたいな、意外とまあほとんど俺1年半ぐらいは見てなかったわけ。そうですね最初のそうだね最初の半年から1年半そうね半年ぐらいは見てて、そこから1年半ぐらいは見てなくてみたいな感じだったけど、いやまあいい時も悪い時もあったんだろうけど、まあ頑張ってやってたっていうのも当然あったんで、そのまあ申し子ちょうどいいタイミングかなみたいな覚悟を決めた瞬間でもあったかも。だってしふみ作って誰か作らないってわけにはいかなくなっちゃうので、もうしふみを作るんであればもう4曲必要なんですねはーいみたいな感じだったよね。だけどまあやってみたらよかったよね。すごいトータルしてこうやってまあバンになってみるとしみじみ本当に思うんだけど、まあやってよかったなっていうのはすごく全体通して思うな。しふみはこう不可逆まあ歌詞もらって曲もらって
最初は生誕の時だったんだけど、その時はまあさ生誕バイアスみたいなやつがかかってるじゃん、はい、そうじゃなくって新たにじゃあ撮り直そうみたいな時、まあツアーたくさんやってて、まあ喉の調子が良くない時もあったりしたけど、まあ再度その歌ってみた時の気持ち的には以前とはなんか変わってたりするの？なんか以前はちょっと切なめに感じてて、歌が、ああなるほどなるほど、歌詞の内容が切なめに感じてた。まあでも確かにそういう節はあるね。なんか自分が思ったその無観客が切なめで、なんかどちらかといったらちょっとバラードチックに歌ってるそうかもですけど、なんか改めてレックできるよってなって、で今のこの自分の燃えている気持ちはなんかバラードみたいなよりこうなんか等身大で歌った方が伝わるかもって思って、なんかライブ感、なんかそれこそさっき言ってくださってたけど生感みたいなのを自分も意識して踊りました。なんか俺今そんなのはまあ当然聞いてない聞いてないんだけど、あ、そうかなるほどなと思ったな。めっちゃわかる。確かに。でもなんかロックバラードみたいなイメージだったりもしたかも。いや曲を横井とわきゃきゃきゃ作ってる時はまあそんなことなかったんで、なんだけどなんかじゃあ、歌詞を煮詰めていこうの段階になったらやっぱどうしてもその背負えやっちゃうから、じゃあやっちゃうのよやっぱ。じゃあこれで頑張ってるのをすげえ見るからさ、そのなんていうのこうガサッとこう荷物を持たされて一生懸命こうやって走ってってるのをずっと見てきてるからいけるっしょみたいな感じになっちゃうんだって、みんな大人も。だからその撮り直す芝君もそうだけど、撮り直すって言った時も俺事前に伝えてたの。まあ喉の調子あんま良くなかったから、もしかしたらレックの感じはちょっと相談させてほしいかもみたいな言ってたけど、いやいけるっしょって言ってたからまあみんなやっぱ思うんだなと思って、思ってたし、で確かにやっぱ言ったように切なく作ったような気がする。なんか最初すごいなんか濡れたバラードみたいな、ああそうイメージはそうだった感じのイメージだった、自分の中でも。けれどもなんかなんか一発目そうね、一節目プレイアラウンド、そうプレイアラウンドなんかできるとこまで結構つなげとっちゃったんですけど、なんかミルクスタイルね。なんかこういう感じのが今しっくりくる。なんかロックそうね、なんか俺だからプレイアラウンドよりもその次の五線譜のところ、あそこをまあ音源できた時、新しくまたできた時に聞いた時に、ああなるほどなるほど、あこれかもとは思った。っていうかまあソロの正解って正直分かんないんだよね。分かんないというか僕がイメージしてるのもあるけど、何よりもそのあなたたち次第なんで、あなたたちがこう歌っていざどうなるんだっていうところなんで、まあ僕の中の正解はあれども別にふわふわずっとしてなくて、ほんで3曲目なんだよね。この CD の中では3曲目なんですよ。そう CD の中では3曲目なんだけど、3曲目聴いた時にああなるほど、なんかすごくしふみ、横井、月種類っていう並びがオッケーっていう感じがしたなぁ。ですげえおかしくて、当然さ、しふみにさっき言ったようにこうどんどんこう背負えをやってるから、その当然ながらね、楽曲の作りとして大サビから、アウトロあたりで死ぬ気で泣かせようというか、もうこれはもう
なんだろう、しふみを応援してる人も、まあテフテフ応援してる人も、テフテフも応援してないし、しふみも応援してないかもしれないけど、遠巻きに例えばなんか群青だったり災いだったりとか、野木だったりみたいな人たちが、まあちょろっとちむちゃんのソロ曲聴いてみようって言って聞いた時に、ちむちゃんのソロ曲こういう感じで、ここすげえいいよねって言ってくれる部分を作ってたんだけど、全然そこじゃないところで泣けたのよ。言ってましたね。なんか A メロとかでそうもうみたいな、なんだろうと思って。でもそれよく考えたらそのやっぱりあなたのその歌の向き合い方だったんだね。要は多分僕のイメージの中のそのロックバラードの感じだったら多分そこだったはずなんて、そこでうわーってなって、うわーすげえいいじゃんってなってたんだけど、もう最初からバシンといってたから、多分もう A メロあたりからちょっと見して、どこだったかな、あんのよ明確に。で今ねパッとねもうさ頭が死んでるからパッと出てこないんだけどレックしてる時に泣きそうになりながら歌ってて、言ってたね。だからそれが2番の A メロなんですよね。なんかもう涙声になってる、声震えてるし、ちょっとちっちゃいかあれ一つも見えん老眼で出しますよ。はい、でもそのチムの言ってるその最初の時に受けた印象と今改めて撮り直した印象が、どっちの音源のもらってたからめっちゃわかるなって思う。めっちゃ言ってることわかる。わかるよね。そんな感じした。そうやっぱそうここ5000分無数のことと向き合って泣いてる誰もいないことなど今更だら朝鏡、これすげえ来て、この誰もいないことなどのところさ、一回ねしふみと健太が大喧嘩した時があって、皆さんが知ってるか知らないか、知らないかそんな。いや結構言ってる。何回かたまに言ってる。知らない人もいるかも。でそういう時があって、大喧嘩でまあ内容はもう何だったかもう覚えてないんだけど、俺はね覚えてないんだけど、大喧嘩して、でメンバーでもなんか会議があって、みたいな時があったんよ、あの時ね。であの時に俺も珍しくだよ、珍しく入ってって、何をそんなに揉めているんですかみたいな感じで、会議に入っていって、でその時は決着というか解決しなかったんよ、話し合いの中では。自暴自棄の極みだった。そう、それもそうだし、なんか上手く収めるには皆さんの気持ちもなんかキャパオーバーすぎて、なんか上手くまとめられなかったんだよね。でその後に俺しふみと喋っていて、でそこでも解決しなくって、その後何回か LINE とかしてたよな。してました。そうでバカクソ長 LINE なんだって。チームの LINE が。いやまあお互いだよ。当然会ってた時には伝えてなかったけど、こういう側面とかこういう側面とかみたいな、俺もあって、でしふみもバカクソ鬼長 LINE みたいな1回じゃなくてポンと押さないとダメなやつ。わかる。そうもっと見る。そうであの時のことすげえ思い出して、俺であの時結局俺んとこになんじゃかんじゃって言って3日後ぐらいだったか4日後ぐらいだったかに、東京テフテフをやめるなんていう選択肢、その時は結構熱くなってっから、わーってみんなも熱くなって、いろんなネガティブなワードっていうのはたくさん出たんで、なんだけどその時そういう LINE とかしたりだとか、もうちょっと鬼クソバカ鬼長 LINE だからもうちょっとほっとこうとか長すぎるとか一旦俺の心ももうそんなあれなんだっていう感じがあったりとかだけどその時にその 3,4 日後ぐらいに
そんなやめたくなんてないですって入ってきてたの、その時にね、でまあそれはさ、その問題っていうのは後々ちゃんとね自分たちで解決、皆さんがしたんだけどさ、なんかそういうものとか、あとしふみが、全君にのオーディションを送ってきてたで俺は誰々様、一時合格ですよ、でこっち来てくださいねみたいなので当日来なかったりとかいろんなことを思い出して、その時の写真とか死んだ覚えてるもんだ。覚えてる、覚えてる。なんかそういうのなんかバッと出てきちゃって、でそれをさ、なんていうの、まあしふみっていうのはまあ皆さんが知ってるかどうか俺知らないんだけどこうやっぱり直情型なんてバッとなんていうの気持ちが出る人なんで、やっぱこれ合わせ鏡ですごく、でそれをこうしてソロ曲になったかみたいなことを思ってたらめっちゃ来たんだよな。でも本来はここの落ちサビのね、一人髪締め食い下す、今を抱きしめあいよから横へのギターソロがちょっと入ってティリリリリリリから大サビに行くところ、でその大サビから、アウトロのところが一番いいはずなんて、一番いいはず。消えない消せないなり響いてるあの姫大丈夫だよ僕はほら背負わせた背負わせたいやそこがみんな来るはずなんだけど、俺は皆さんは知らないよ。俺はやっぱりそういういろんなことがあったから A メロから来てたのが逆にすごくまあソロ曲を作って嬉しかったところでもあるなみたいな。なんかそれこそソロ曲冥利に尽きるというか、でこれもすげえ面白くて、皆さんこれ知らないんだけど、いっちゃん最初に、ソロ曲を披露した時は、真ん中にある早口ポエトリーをめぐみちゃんに担当してもらって、ついに解禁、スクリームをめいちゃんに担当してもらったの。で俺はもともとこれを音源化するっていうのはまだ何にも決めてなかったから、全くそれは決めてなかったから、なんていうんだろう、ボトムをアップしたかったのよ。そのライブでソロ曲でキャリアも考えて、まあ3年、まあ言うて3年、たった3年4年みたいなであれば、そのライブハウスで入るにはもうちょっとどうしたらいいかとか、例えばスクリームをかぶせるんだけど、しふみがライブでかぶせるけれども、まだそこまでめちゃくちゃスクリーム上手いわけじゃなかったし、今ちょっと上手になってるなんだけど、なんかそういうのがあったりだとか、そのスクリームの前段階のポエトリーのところ、ちょっとしふみの中にかっこいい描が出るような、自分が歌わんでも済むようにとか、いろんな思いがあったよ。でそこでも俺結構喧嘩してて、そうなんですか？それは知らない話だ。喧嘩じゃない、こういう思いですかとか、ああいう思いですよとか。そうそこでもうクソバカながらいい。だから俺は基本的にしふみとはクソバカを俺にならないんだよ。そう日常ってこと。でもそれを撮り直す時にね、すげえちょっとその時弱気になってたわけよ。これを撮り直す時、まああまりにも多分自分のね喉の調子が悪かった時だったよね、特にね。そういう時だったけど、いや今回はあなたがやるんですよと。当然ながらあの時は先輩たちはジュンちゃんのというかテフテフ初のソロをそのできるだけいっちゃんいいところで響かせてという思いだったし、俺もそうだったし、みたいなところもあったんで、なんかそういうのが合わさってやっぱり東京テフテフとして初めてのメンバーソロみたいなものができたんで、まあ申し子でよかったな。なんか約束って中狩ちゃんの歌にも入ってるけど、そう最後に約
束ってあるじゃん、なんかこれがなんか歌詞に入ってて歌えるのがなんか嬉しくて、いやわかる、俺できるだけ書かないもんマジでそのなんていうの、皆さんがどういうふうに楽曲を作ってるかっていうのをまあ当然知らないとは思うんだけど、やっぱ最終曲とそれから歌詞とでチェックしてこれはまだとかいう嘘になっちゃうんじゃないかとか、やっぱそういうのはずーっとその制作陣がみんなで気にしてやってきたところだったし、ああやっぱりかみたいな時も当然なくはなかったからね。その通りだと思う。嬉しい。いやいいよね。やってるよね。そうこうやってやってこうやってお、そうなん。はい、ライブで。それは知らないじゃんやってみてます。俺。いいじゃん。ぜきみちゃんから引き継ぎつつ自分のねああいいじゃないですか。そういうのね、なんかこう物語だなと思うし、だから「しおみの不可逆」はめぐみちゃんのひよくれんりを作った時のことを俺はすげえ思い出していて、あんなのさアイドルの曲じゃまあ絶対ないよねって言われがちなものだったんだけど当時ね。そうあれをまあミルクと一緒にさ千葉君と一緒に作ってったけど、なんかあんなのをすごく思い出したし、テフテフそうなソロができるようになったかっていうのも本当にそう。だからさ今ねツアーでさ時たま入れてるのよセットリストにね。でそれがいいっていう人もいれば嫌だっていう人もいると思うんだよ。それは20曲あるうちの1曲ぐらい俺が見たいからごめんって思ってそれはね喜んでる人いっぱいいるかもね、分かんないけどね。そんな風に思った不可逆だったな。ありがとうございます。宝物です。いや俺にとっても制作陣にとっても宝物だと思うな。まあみんなの曲は当然そうだけどね。嬉しい。だってそれこそさ全部君のせいな話が出たから言うけど四つのリコリスアイロニーっていう曲があるからリコリスなるだけ使わないっていうぐらいやっぱずっといろんなものをね大事にしてきてる中だったりもするしね。なんかこう面白かったな。作るの面白かったですよ。でしっかり歌ってくれて嬉しかったですね。よかった。チームの良さいっぱい詰まってる。いっぱい詰まってるよね。みちみち。もっといっぱい歌いたいです。そうですよね。これからも。ねえ大きいとこでも歌いてえし。歌いたい。絶対歌いたい。みんなで歌おう。でもその普通に年一しかさやらないものだと思ってたからさ、生誕別にそんな決まりはないんだけどね。イメージものだね。イメージがね。あんまりタイミングがないイメージだったから、なんかいっぱいみんなのソロ聴けて歌えて嬉しい。なんかやっぱ毎回違うじゃん。そのソロに限らずだけどさ、だからそれがいろんなところでその時々を見れるのがね楽しい今ツアー。ソロ曲ってさ、他の曲とまた違って全部一人だから、感情の変化がすごく見えやすくて、歌ってるその一曲の中で、なんかすごいみんなのソロ曲聴いて、ライブでやられることが多いから、それだけ伝わるものがでかいと思う。見てくれてるみんなにも。自分だもんな、書いてやることがそうなの。もろ自分に向けて書いてくれてるから。でもツアー来てくれよ。来てくれよいやそのすげえ面白いんだって今多分知らんけどなんかそんな気がするね。まあちょっと長くなりすぎちゃうんで不可逆ねこんな感じでした。素敵曲ですね。そして
次はじゃあ M2 の王妃の曲いこうかな。はいノクターンガシガシシなんて呼ぶんだっけ？ノクガノクガでノクガじゃないんだよ。ノクガって呼ぶな。ダサめ違う、ノクガもうさ、その第2段階だったじゃん。あなたたちガシキって呼んでたよね。ガシキガシキって呼ぶのはなんかうちら私ではないここそう今日ガシキやるねって今日こういうのとガシキねってああ、そうだったね。そうだった昨日いやね、王妃の曲だね。はい芝君が作曲してくれて、はいこれ芝君は歌入れてからまたコンポーズをまたいじくってくれて、また変わっててすげえパンチが超出てたんだけど、まあ、この間ね生誕、があって、はいマーズだったかな。そうです見ましたよ。かっこよかったですね。かっこよかったマジリーありダーがとうござい本当にますかっこよかっ俺でも超むずそうだなと思ってて曲もらった時、でもともとの王妃が今まで歌ってきた NSLE とか、テフテフとかの声をかいつまんで曲をそのまま作ってくれてたんよ。イメージできやすい。すごい全部だった全部だった知らないで俺はそのメシュリと喋ってちょっとまあちょいやりづらなんで違う歌詞が載ってるまんまだからああ別言葉が入にってるから何の意味もなくメロディーなんだけど、その王妃の声でっていうイメージの意味でくれたんだけど、歌詞入ってるし、やりづらいってなって技術すごいやってたんだけど、それがね、なんだろう、もう喋っててみんなで、もうさ、その小難しいこと一回ちょっとやめてみようかみたいな、比喩表現とか、そういう表現で王妃のソロ曲を飾るのはもうやめてみようか、そのツルツルに向いてみようかみたいなカジノスみたいにさ、なんていうの、キュルンってチュルンってしてみようかって言って、じゃあ言葉は入れなきゃなとかはすごくあって、やっぱ王妃も、2000あれは何年 ?22 年なんですかね。どれですか？何ですか？合宿に来てた時。いやでも2020年です20年。はい怖いですそうか、コロナ禍だったもんね。めっちゃコロナ禍でした。怖いね。そう、あの時にまあ普段だったら絶対撮らないような容姿って顔とかじゃないよ。ビジュアルビジュアルファッション着飾り方ファッションファッションで俺はグッてなって打ってこれは厳しいんじゃない厳しい合宿まで行ってってる思ってたんだけどまあでも物は試しだと一人ぐらいちょっと呼んでみようかしらみたいな合宿でね踏めるしねまあ確かにそうかもしれないでその時もさもう王妃時々だったわけね何度か喋ってるかもしれないけど時々よもう俺は誰ともなれ合わねえんだみたいな俺はマラソン超速いんだみたいな俺は飯ちゃんと全部食うんだみたいなで俺は与えられた課題は全部バチッとやんだでもマジで本当にそうだったっていう感じだった王妃ねけど見た目はもうなんかの焼き増しみたいな感じだったね本当になんでってなって結局ねそれはでもそんで俺聞いたのあれなんでああいう格好とかしてたのとか聞いたのそしたら何でもよかったんですよねなんか人気っぽくなれればって言ってたかっこいい有名になりたかったんですそう自分がそうなのそう
でさ、なるほどと。で有名になりたかったら確かに誰か彼かの焼き増しみたいにはなるのかと。でだから髪の毛をこうやって染めてみたりだとか、まあ分からん、その時多かったような、世間に溢れてるっぽかったような感じだったし、メイクもそうだったし、なんかその王妃の顔面の彫刻っぽい良さとかができるような感じ、なんていうの、良さがしっかり表に出るような感じでもなかったし、なんかもうガチャガチャして全てが全部で誰が好きなのって言ったら全部君のせいが好きですって言うから、なるほど、そういうふうにそれを捉えたかってなってそうではないけどなるほどなるほどそうだからもう王妃の曲はもうとにかくそこから始めようみたいなところかな。だからライブにも来てくれてたって言ってたから、やっぱりそれが鮮明に残ってて、それで自分もそういつの間にか同じステージに立っていくストーリーをまあ見てきたんでね、それをそのまま、もう本当にそのまま、そのまました。だから前がね、なんとかアルティメット姫の名前がね、絶対言われると思ってたよ今日そんなんだよ。そうですね、アルティメットなんとかっていうはみたいな名前が名前がそれでした。そうだからそれは投げ捨ててもらおうと思ってサビ前で。でも偽物じゃないよ、義は偽物じゃない。偽物にでもしたかったって言ってました。そうしたかったけど、どちらかというとそのあなたの方が偽物かな、どっちかっていうと。意味わかる？そう戯曲的な意味で、そう戯究曲は投げ捨ててもらってね、めっちゃいい。やったわけですけど、そこやばってなって、でうるうるしながらレコーディングしてました私は。投げ捨てるんだよ。いいんですよ。なんかその過去に、まあ過去も過去で大事だけどね、大事だったんですけど、でもなんかその新しい自分になるわけじゃないですか。そうですね。そうだからなんかそういうその当時のちょっとしがらみとかだったりとか、そう抱えてたものがやっぱ今なんかこういい風に変わってきて、なんかそれが自信につながったりとかしてて、今だからなんかそこがグッときてますね、私は。まあ俺ら的にはSSS、ソボマーシックサクリファイスを全君が休止してる間にテフテフに歌ってもらってたりして、それでスマホ投げたりだとかするんですよ。だからやっぱ全君好きでいてくれた王妃にはそういうのはちょっとグリグリって入れ込みたいなっていうのもあったりしたりしてやってたんですけどね。戯究曲ですよ。こんなんかもう残念な感じだった。いやもうだからそれを覚えてるからさ、もうマーズの時はよかったと思って。本当によかったよ。それで2B 2A に入るんですよね。ここはもうまさにあれです、合宿です。ありがとうございます。ありがとうございます。ここね、色彩鮮やかなる擬態獣じみた終焉ね。これ王妃、それこそラスト、当時はノンノとか、まあなんか何人かあっち側にいて、でこっち側に僕とか高木くん、まあそうだし、あとめぐみちゃん、まし、こもちほまれ、めいこてつ、ゆうすももがいたんで、こっち側にね。怖すぎる。マジで怖すぎる。ほんで質問されてたわけ、その時。
僕じゃなくてメンバー、そうミーティングの時に質問されてた。でっかい円でこっち側にこっちで王妃とかラストとかこっち側にいて、で俺はこっち側にいて、で俺は別になんてなくてメンバーが質問してて、そうしたらその時にコーチが「子供メンタルのことは好きですか?」って言ったの。で俺はそれオーディションに来てる人は別にいや子供メンタルが好きな人もおるかもしれん、がしかし、みんながみんなそうではない、みんながみんなあんたみたいに大好きで入ってきてくれるわけではない、ってなったけど、その後にコテちゃんが「本当に?」って言ってたり言ってた。で俺はもうさらにグッてなってっていう思い出があるんだけど、まさにそれです、なんだけど多分その後にね子供メンタルに入ってきて、いっぱいその人たちのやばいいいところね、をたくさんやっぱり見たと思うし、それこそね意外とああいう時はめぐちゃんとかはねそんなに何も言ってなくて、二人が強烈すぎて意外とね、なんかそういうのがこのもうその通り、ここはね、2A はだからもう合宿です。合宿で合宿からあなたたちにだから3人かな、王妃ラストのんのに東京テフテフってものを作ろうと思うんだって言ってで悪魔とのちぎりを交わしたっていうあとやっぱさ全身全霊な感じするし、それを本当にずっと見てきたし、でねそこからやっぱサビでね「君が見てるそれだけが生き様」ってところがあるんですけど、ここがねやっぱりゴールドアディクタツアーと、ネオ事情レイジ×飛ぶ、このツアーかな。このツアーで俺王妃をもうさんざっぱらぐんぐんにギュッてしたよ。もうこれはかなり王妃しんどいだろうっていうぐらい、ある公演ではこれはやっちゃダメ、ある公演ではこれは絶対に言っちゃダメとか、ある公演ではもう大泣きしてたりだとかしてたんですよ。でもまあひとえに思いとしては王妃が何回も言ってるけど伸びてくれないと、東京テフテフ絶対にかっこよくならないから、とにかくっていうのがあったんで、もう部活でいうとかなり厳しくっていう感じの感じでやってたんですよ。でそれの時に俺はあまり知らなかったわけだ、蜃気楼の子たちを。いや別に個人個人はさ、例えば全君来てくれてたりだとか、つれづれ来てくれてたりだとか、隔離を来てくれてたりだとかっていうのがあって、全然個人個人は知ってる、けどガサッとこれが蜃気楼ですみたいな感じでは俺は知らなかった。で初めてああいうゴールドアディクトツアーとか、ネオ事情レイジ×飛ぶとかで、そういう姿を見ていて、だからこれはあなたのことでもあり、あなたたちのことでもあるんですよ。お前の生き様俺見てる、ですげえかっこいいなって思う時いっぱいあるし、でそれを受けてからこの人がかっこよくなるんですよね。すごいいい歌詞だからここがすごくライブでも生誕の時、本編は俺もうずっとよく見てるから、まあいいやって言って、ちょっと家を出るのが遅くなってって着いた時はもうおいソロ曲歌ってた。いやいやだからね、そういうのたくさん見せてもらったから、そこがすごく、ここはもう何よりも肝かな。ここ歌ってる大石さんのことを見てる
それ機能がすごい後ろから見てると新機能がめちゃめちゃ見えるじゃないですか。そうね。めっちゃ泣けるんですよ。あマジわあ、わかるわかる。素早かった素早かったマジで。シュッて言ってた。いや俺本当にね、やっぱこの仕事何度も辞めたいなって思った時もあるけど、やっぱファンの子たちってねいいよね。俺はさ口悪いし態度も悪いからあれだけどバカとか言うけど、まあすごくね好きですね。だからこういうものがやっぱり生まれてくると思うし、でそれを背負ってくれると思うし、とてもそういう感じでいいと思います。でまあこの英語とかはさ訳してみてよ自分にね。この英語めっちゃめっちゃいいよね。わかる。じゃあこの人さあんまさなんかこう言葉が上手くないみたいなこと言ったりするなんて多いね。でも本当は持ってるんですよ。ただ頭も確かにそのよくはないさ。よくないから上手くさっさってそれがセレクトはできない時あるけど、でもやっぱ持ってるんで、本当はこういうことを言えるんですよね。で意外とこういう人なんでね、いや私がって言いがちなんだけど、いやあなたも言ってみたらって思うんですよ。いやお前も命かけてくれよって言えばいいじゃんと思うし、であなたはそれだけのことしているじゃん。命かけてやってると思うし、それは何度も何度もずっと見てきてるんで、そういうふうに自分のソロ曲ぐらいでは言ってもいいのかなと思っちゃったね。あとはもう別にもうないんですけど、グーとあとはもう世界は手のひらとか言ってるじゃないですか。歌ってもらってるんですけど、そうだからここは手のひらも入っていてちゃんと未来と読んでいるとかね、そういうところが王妃曲のギミックになっていたりします。この題名タイトル由来なんですか？顔ノクターンって音楽だから自分で調べて YouTube とか聞いてみたらいいと思うんだけど、感覚としては全然違うんですよ。違う。なので合式で、内容はもうここに歌詞に書いてあるんだけど、別に歌詞をなぞったものではないけど、ノクターン顔じゃん。どういうことね、わかんないです。ノクターン顔なんだって。なんか鼻もなんかもうこういうわし鼻だし、綺麗な彫刻みたいなスンっていう顔だし、体まで彫刻だもんね。そうだよ。でもだから王妃のやつはもう歌詞というかなんかこう楽曲とかの前になんかこれがいいなって思う。内容はともかくノクターンノクターンノクターンは合わぬがだからこそ合式でよろしく。なるほどなるほど。おお、かっけえ。なんかピアノって本当はこうやって弾くよねっていうところを、王妃はこうやっても弾くよねみたいな、足も弾くよねみたいな、そういう合式。なんでもいいのよ。とにかくこの人のストーリーだから、この人が紡げばそれがもうってことなんじゃないかってな。いやこの話いいな。より楽しめますね。楽しい。深まり。ありがとうございます。素敵な曲を。いやかっこよかったですよ。この二人か次。どっち行きますか？いやどっちも重い。重いから最後に。唐揚げテイスト。大好き唐揚げ。じゃあ曲順も踏まえてなんで、かがり琥珀世界の方からいこうかな。イクリプス、まずちょっと触りの導入部分からねいくんですけれども、イクリプスは最後にできたんですよ。4ID の中で最後にできたんだけれども、でもかがり琥珀世界があるワードを言わなかったらこの 4ID をやろうとなってなかったっていうのがあるんですよ。それが何かっていうと「Can You Hear Me」っていう曲を奪いたいぜ俺はって言ったら
なんですよ。ちゃんと言ってたよね。ちゃんと言ってた。なんか歌いたいっていうのは綺麗な。奪いたい奪いたいって言ってた。しかも何回か言ってた逆すぎてカタカナでね奪っちゃうよって言ってた俺それすげえいいなって思っててそのまあ楽曲を作る側じゃない僕らはね、そうでそのさ作った楽曲を自分のものじゃないんだけど超好きだって言ってくれるのはすごく嬉しいわけだ、当時例えばテフテフの、ゼニネスを、かさねちゃんとかコテちゃんとか、あもうみんなメイとかもそうなんだけど、あれ欲しい全キミ欲しいって言ったんよ、で俺当時全キミにしようかテフテフに渡そうかめっちゃ迷ってたのもあったんで、とかあったりするし、すごくその楽曲を好きだって言ってくれるってことは人の曲なのにだよ、本当は興味ないじゃん、興味ないっていうかさ人様のもんだからさ、っていうのがあるんだけど、でも好きだって言ってくれてなんなら奪いたいぜとか言うってすげえいいことだなと思ってたよ俺でどっかのタイミングで「Can You Hear Me」をまあ歌ってもらおうとかあったんですよ、でこの曲は大輝が作ってくれてて、大輝っていうのはメイドインミーのドラムを叩いてくれてた大輝なんだけど、今は、イエンタウンっていうヒップホップクルーのペッツくんのアルバムの中では 3,4 曲ぐらいやってるし、あとカズマっていう、イエンタウンのねこれもイエンタウンのカズマくんのやつもやってるし、もうとにかく、ヒップホップのプロデューサーとしても、今はもう大人気なわけ、大輝は。でドラマーとしても俺もそうだし健太もそうだしみんな好きなんだって、大輝が叩くドラムはもう楽器というよりも打楽器というよりも歌楽器みたいな、歌楽器かな、歌楽器うまいこともうまいかうまくないのかでもそれぐらいすごく好きなアーティストなんですよ、で俺は今一番一緒にものを作ってて一番楽しくて、嬉しいほど一緒にやれるとめちゃくちゃテンションが上がるんだけど、でそれを、まあ、奪いたいって言ってくれてて、でそれ発信だったんよこれ、そこからだったんだ。そこからだったんよ。でなんか入れる方法ないかなって考えてたけど、いやかといってオリジナルアルバムに入れるのもちょっと話が違うし、であなたたちと会議してる時に、あじゃあソロ曲を出そうか、アルバムとして出そうか EP として出そうかって言った時にピコーンってなってあそうだそうだってなって、でとはいえ一番生誕で言うと最後だったじゃん、はい、そうだから他の曲を作るのもまあすごいいっぱいあったから、一旦置いておいて、で最後大輝に東京テレビのかがり琥珀世界っていうメンバーがいるんだけど、Can You Hear Me がとにかく超好きだって言ってくれてて、でそれでこのアルバムを作ることになったんよと、だから今回ソロで大輝の曲をぜひともよろしくどうぞって言って、ほんなら大輝もタイミングがすごく良くて、あ今ならいけますみたいな感じで、タイミングがマジでタイミングがすぐ行こうっつってすごいやったんですよ、で、話が戻ると、1曲目がかがり琥珀世界のイクリプスが入っていて、最後に Can You Hear Me が入ってるの、で Can You Hear Me っていうのはこれはもう話をバッと割愛するんだけど、児玉愛菜ちゃんっていう V シンガーというか、あの方はもともとはめぐみちゃんにすごく憧れてくれていて始まったのよあれは、でだから歌詞の中でも最後赤いとか入ってたりだとかするんだけど、で、最初が、I just wanna different みたいな感じで、すげえカタカナ英語だな始まるんだよね。でそれを引き継ぎたいと思って、だからかがり琥珀世界の最初大輝からデモが送られてきた時、これ最初のなんかラップっぽいやついらんすかねって大輝が言ってて、いやいやいるいるって消しちゃダメって言ってで
そう要は「I Just Wanna Different で」始まる曲が最後に入っていて、今度は「I Just Wanna」で始まる曲が入っていて、っていう感じで、かがりこはく世界の「4ID」を、1曲目にまずね選んだっていうのがあるんですけど、今 Spotify とかに入ってるのかな、プレイリストにね。そういうことになってるわけですけれども、はいで、曲調としては、そうな簡単な言葉で言うと、まあヘビーミュージックの、16のビートに乗ってて、みんなの中では一番そのなんて言うんだろう、簡単な言葉で言うと早く聞こえる曲よね。そういうところがまあありまして、これがだからかがり琥珀世界のソロ曲はもうみんなを作った後だったんよ。でまあ後から言うんだけど、ラッチャのソロ曲で死にかけて、そしてかがり琥珀世界のソロ曲をじゃあどんなことを紡いであげようと。でこのなんだ何年になるんだ俺が見てて、1年半とかなのかな、トータルすると。短いだよね、多分だって3年ぐらい2年ぐらいかな、分かんないけど、まあでもそれぐらい俺があなたたちに接するようになってから、実はかがり琥珀世界ってこうだったっていうのが、まあ一番多くあって、そう奪っちゃいてえぜとかいやいや、そこ他にも電波には載せられないぜっていう悪いことじゃないよ悪い話じゃないけど、そういうのがあったりだとか、一番そのイメージとかけ離れたようなところがあったりしたんですよね。とはいえ悪い言葉で言うと、かがり琥珀世界として紡ぎたいストーリーみたいなものっていうのは、多分これかがり琥珀世界の中でもそうだと思うんだけど、たくさんあるタイプではないので、だからはっきり言って、例えばだけど自分がどこそこに立ちたいぜという欲求よりも、例えばこのメンバーが好きやとか、当然ながら蜃気楼が大好きだでここにいるタイプの人だったりするんで、どちらかというと、例えばじゃあ王妃対比にするけど、王妃とかで言うと当然蜃気楼とか当然大好きだけど、そのさっきの有名になりたかったとかっていうのもそうなんだけど、そういうのが強いタイプの人でもあったわけだ。今はいろんな思いがあるよみんなね。そうで、かがり琥珀世界のものはじゃあそれってすごく難しくって、だって言葉にしたらもうそれでしかないというか、いや蜃気楼がいるから私いるんだよねっていう話みたいな風になりがちじゃない。でストーリーとしてはすごく難しくって理解もできづらいしみたいな、もうそれ体現してるよねみたいなことになるんですよ、言葉で言うとね。だけれども、じゃあそこからかがり琥珀世界のソロをじゃあどういう風に紡いでいこうって結構考えたけど、まあ最後の最後、みんなのはもう出揃ってる、みんなのとはテイストが違う感じでいきたいとだからみんなはなんか憂いがあるじゃないですか。3人ともね、楽曲の中に憂いがあるんですけど、憂い要素少なめなんですよ。なんか意志強い。そうでしょ、意外と憂い要素はなくって、どちらかというと、これ俺一番驚いたんだけど、かがり琥珀世界に限らずみんなのね、みんなの生きてきてからのことを結構聞くようにするのよ僕はね。そうじゃないと当然ソロ曲なんて作れないし、東京テフテフとしての曲の中にも活かせないんで、いろんな話を聞いたりするんだけど、一個すごく面白くって、例えばじゃあこれよくいろんな人とも喋るんだけど、恋愛をしたらどんな感じになるのかってたまに聞くんですよ。例えば私は全然今風ですみたいな、そういう人もいる。
なんていうの、今風というのはね、あれだよ、あなたはあなた、私は私なので、まあ好きではあるけれども、いい感じの距離感を保ってやりましょうっていう人だっているし、いやもうこんなことしたらもうすぐ浮気だっていう人もいるし、いろんなのある。で、俺はかなり琥珀世界はどちらかというともうさっぱり系だと思ってた。アニメとかも好きだし、コナンとか好きじゃん、だからなんかそういうのばっかり好きなんだろうと思ってたわけよ、どちらかというとアウトドアのタイプでもないし、家にいるのが好きって言ってたし、これはなかなか難しいと思ってそれを聞いたら、いや私はその好きになる人が仮にね現れた時はもう超その人のオタクですって言ったの俺ってなって、意外だよとな。でしょ、もうなんか LINE とかは返さないし、いやもう俺コナン見てっから忙しいからっていうような感じだと思ってた、最初はね、そういう感じだろうと思ってた。違ったのよ、オタクなのよ、カレーオタクカレーオタクカレーオタクめっちゃいいなと思って、だから歌詞の中でも最初にね、そうアクチュアリー・ユア・フリークって入ってるんですけどね、そうそうそう、そういうことかってこと？そうお前のオタクって、ここめっちゃ発音良すぎてびっくりした。マジでかっけえ。で今知らない人がいるからねあれかもしれないけど、かなりこの世界最初というかちっちゃい頃はいろんなね外国に行ったりとかしていて、そうそれはまあ英語圏じゃないところも全然あるんですけどね、あるよね多分。英語圏じゃないです。ほとんど違う、ほとんど違うらしいんですけど、でもまあそういうところで育ったりもしていたりしたので、ちょっと英語も多めにしてたりだとか、であそこいいでしょ、ユアフリークだとか、めっちゃいいです、めっちゃいいです。ちょっとやろうと思ったけどできんけど、あれめっちゃいい。すごいネイティブ。ね、それぐらい聞こえがいいよね、めっちゃ気持ちいい。めちゃくちゃ詰まってるな。そうなんよ、詰まってる。そうで、その最初ね、アイズトゥアイズはキルユーっていう言葉があるんですけど、歌詞の中ではバツバツバツにしてあるんだけど、そうこれも要はお前は私のことを好きになったらもうガブッといくぞというだってもうカレーオタクだから、なるほどね。そうでしょ、もうガスッといくのよ。そう面白いなと思ってね、これが一番ギャップだったわけ、琥珀世界。俺が外からパッと見てた琥珀世界のイメージじゃもう全然なくって、車の中で大きい声出したもんみたいな、そうでもそれすごく面白いなと思って、で歌詞の内容に入っていくと A メロとかはさ、俺本当に最初かがり琥珀世界と面談した時歴代で全部君のせいだの雪之丞おやつ、それからかがり東京テフテフのかがり琥珀世界、この2人がいっちゃん慣れ慣れしかった僕に対してでそれさ結構むずいじゃん。はい。どうだった？ガチガチです、自分は。ガチガチだったよね、なんかもうね、そうボロ出ないようにボロってないボロ出ないようにこう常時を。いやそうでしょ。でラストも全然こんな風に見えてちゃんとしてた、ちゃんとしてた、そうそう、しふみもしっかりしてたし、いっちゃんかがり琥珀世界別にちゃんとしてないわけじゃないよ、ちゃんとしてないわけではないけど、どちらかというとめちゃくちゃフレンドリーだったわけ、みたいな、みたいなそれぐらいな感じだった。出ちゃうんじゃないやっぱり。で俺その時すごい面白くって、なんで来たのみたいな。で私は別に子供メンタルそんな知らなかったし、まあ名前ぐらい聞いてたけど、違うことをやってそれも充実していたと。なんだけどなんかこういざ考えてみたら歌いたいな、踊りたいなっていう気持ちがあって、であればそれをしっかりしてるところで来ようと思ったって言ったんで、なんかみんなは
どちらかというとなんか誰々に憧れてとか、あんな風になりたくてとか、なんかもう子供メンタル10愛クラブみたいな、お前がそうだけどなんかそういう人とか多い中でさっぱり系だったわけよ。さっぱり系、さっぱり系って珍しいじゃん、どっちかっていうとね。そうオーディションだったらね、繕ってくるかもしれ作ない。ってくるかもしれない、結構バレたりするけどでバレたら怖いじゃん。そうほんで、それそのまま生かしてやって、A メロとかはね、なんか別に違和感があるわけじゃないけど、だがしかしなんかこう納得してるわけでもないと、なんか今の自分、まあ本当の自分かどうかというか、まあ自分の思いが活かせてるのかどうかみたいな、なんかそれがまあ A メロとかでは入っていて、ちょっと見せて、そう物足りなさを感じてるんですよ。そしてアクションを起こすわけです、そんな自分に対してリアクションリアクション起こしまして、ここに来て、そして慣れ慣れしい態度を取り案の定受かりだって受かると思ってたでしょ。すごいいや、それ珍しいタイプなんですよ、本当に。いや舐めてるとかじゃなくて、いや私ここ多分ここみたいな。いけるみたいな。いや、だからね、これが面白いんだって。シンパシー的なこと。あ、そう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 。ここに入ってる気がする。ここにはいなそうだけど。いや、意外とさ、そんな風に多分画面の向こうの人たちは見えてないと思うよ。どちらかというと、みんなの中でバランスを取ったりするよとか、なんかそういうことをやれてるような感じのあれだと思ってると思うんだけど、意外とそういう、いや、俺ここみたいなあるんだよ。でそれすごい面白くて、そしてですね、サビに行くんです。でこれが、今回その「イクリプス」っていう、楽曲タイトルに、なるところです。それはなぜかというとですね、まずこの1番のサビでは「約束小さな丸夢で愛を書こう」と言ってるんですよ。でですね、これ大サビになるんですけど、大サビに約束、大きな愛で夢を描こうなんですよ。1番は約束小さななんですよね。小さな約束、小さ2番というか大サビは約束丸、ここで約束したんですよ。な約束。そう大きな愛で夢を描こうと言ってくれたんですよね。でこれがですね、そのイクリプス、まあそのなんていうの、俺あれすごい覚えてて、テレビをほとんど見ないんだけど「イッテ Q!」って番組あるじゃん。あれで出川さんと誰だっけ、デヴィ夫人がどっかの金環なんとかを見に行ってね、見たことあるかな皆さんね、日食とかなるときに、これがかぶさるじゃん、太陽にさガサッと、そしたらこの輪っかがまるで、そうグイーンってなって、でこう輪っかだけ綺麗に見えてるっていうのがあるんですよ。でかがり琥珀世界はさっきも言ったようにイメージが実は違って、結構ブライ派なところがあるから何でもかんでも実は飲み込んでくれるタイプなんですよ。でも知らなかった、俺らはっていうか俺は全然知らなかった。だけど意外とだから懐が広くって大きな愛を持ってる人なんですよね。そうするとこのタイトルがすごくいいなって思っていて、要はそのわかんないよ、その表現なんだけど、太陽をこう食べちゃうようなイメージがあるんですよ。食べちゃうくせに綺麗な輪っか出ちゃうんだっていうそこそれすごいよくない？だってかぶさってくるくせに綺麗な輪っか出すんかよお前っていうその感じじゃん。だって見た感じは全然なんか何でも大丈夫ですみたいな、なんかね、みんなのバランス取りますねみたいな感じなのにやっちゃうのよこれ。いやすごいんですよそれがね。
というね、ところがもうこの楽曲の一番の肝で、そうんでまあそれはもうタイプによるよ。だけどかがり琥珀世界っていうのはじゃあ自分からこう旗を振ってね、お前たち行こうぜとは言わねえんだ、言わないけどいてそこに必ずいや絶対負けないって言ってあってこれよくあるのがなんでそこっていうとこたまにあるんだけど、みんなでご飯食べに行ってでもまあこれとこれだと多いから食べれないかって俺たまに独り言言うのそしたらかがり琥珀世界必ず「いや行きますよ」って言って何その負けず嫌いってなんだけどあんのよそのかがり琥珀世界スイッチが必ずあってすげえ面白い負けず嫌いがあって本質は負けず嫌いなんだよねすげえだからそれが書いてあるそのまま書いてあるBut I want to lose never とねでもあんたは知らないかと私のその差がをとでも長くかがり琥珀世界のことをしてる人は知ってると思うんだそういうところをね知ってそうだよね、でそこが面白いところだなってすごい思っててそうで、泣き出しそうな空の中陰陽を飲み込む、まあさっきと一緒だねその太陽を月がとかと一緒陰と陽どれもやっぱり持ってるし本人も持ってるしでどれも対応可能それはなかなかないなっていうねでみんなもねなんかそういう経験あると思ってなんか知らんけどかがり琥珀世界に当てられて、向きになったこともあるし逆でかがり琥珀世界がいたからなんか、まあいいかってなったこともあるというか静まったというかねこれどっちも持ってるっていうねそれが面白いなと思っててそして2番からはご自分のことを言ってもらおうかなと思っててまあこういう人なんで本当にまあ何不自由なくというか満足して別に子供メンタル来る前もまあ満足というかなんていうんだろうやってることは全然楽しかったですみたいな感じだったんでだってそうじゃなかったもんねはいやってること嫌だったでしょはいとかなんかやっぱいいやそういう人も多いからさそうでもそういうタイプじゃなかっただからこれ珍しいですすごくどっちかって言ったら嫌だなってなって頑張りたいと思って来る人がすごく多いからでそれがなかったわけなんですよなかったんだけど今度は逆に入ったら思い出すんです入ったら知らん感情みたいなやつが出てくるんですよ知らんよこれそうで要は自分がただただまあなんていうの安定されたところにいなくて大海原に飛び出していったらこうわーっとなる未来がたくさん見えるよとでその最中に今度は自分の中にこんな感情あったのみたいなしかもわざわざそれを言うタイプじゃないから余計そういうのがたくさん溜まってってっていうのがこの2番ですだって俺どちらかというとかがり琥珀世界っていうのは守られたいと思うタイプだと思うし本質的にはでもステージ立ってる時は守ってやるぜみたいなこう感も感じるじゃないどうなん感じます感じますよ一緒に立って俺らは感じるよね自分的にはどうなんだろう自分はどうだろう守りたいはありますけど、みんなすごいから自分もなるほどね頑張らねばっていう気持ちそうほんで今回ね楽曲そのソロは4つあってこの象形って言葉を3つの人に入れてるんですよあったなそう多分ここの3人かな、それ思ったわその前もっと前の話そうなんだそうでこれを2人は象形って呼んでて同じ意味なんですけどかがり琥珀世界には同形って読ませてる確かにそうなのよわざわざ書いてあるここにはね同形って呼んでくれとこれはなんて言うんだろう
この後にかかってくるんだけど「まがつやみに浮く加減の月」っていう歌詞があるんだけど、かがり琥珀世界が変わり始めたタイミングがあったんだけど、それいつだったか忘れたけど、それこそまあゴールドアディクトツアーがその近辺だったと思うんだけどかな、それぐらいかな、その後な気がする。もうちょっと本質的に変わったのって。でそれね、なんだろうな、わかんないけどめぐみちゃんがかがり琥珀世界好きやって言い出したタイミングとかぶってたんよ。言ってたよね。言ってた。そう今も言ってんだけど、そう今も言ってんだけど、あの辺からかがり琥珀世界なんか一皮むけたなみたいなやつがあったんって。だから本人的にはどうだとか全然知らんし、外から見てただけなんで。だからそう考えると、その象形っていうのって俺からしたらだよ、どちらかというとなんかこうファンタジー要素が強い言い回しなんて、同型の方が人間界というかリアルさがある。あなたたちはファンタジーっぽいだって、どちらかというとまあ楽曲の中もそうなんだけど、でそこは徹底的になんかリアルっぽい方がいいなってなって、でこのそれにかかってくるから守っていたい果ての同型っていうふうに、言ってもらってたりするし、まあめぐちゃんの話とかもあったから、その影の月とかっていうのも入っていて、でこの次が一番好き。奇跡なんてなくていい、隠さない自由にと承諾、君へと歩き出すよ、そこに善悪はないよ。これなんですよ。もう終わった。急に終わった。違うここが一番大事だった。でもめっちゃいい。歌ってる時のかがりもいいでしょう。ここはもう本当に何が言いたいかっていうと、いや知らないよ、かがり琥珀世界じゃないから知らないんだけど、仮にかがり琥珀世界がその大好きな彼、もうオタクにもなっちゃうような彼がいたとして、そいつがどんだけ、悪いかろうが逆に良かろうが、多分かがり琥珀世界にとっては関係ないと。関係ないんですよ。そこにはもう善悪が存在していなくて、俺がお前をというところがあるなと思って、だから逆もあるんですよね。もうかがり琥珀世界がもうダメーってなったらもう一瞬で終わってしまうんですよ。意外と自分の主体性がないように見えて超主体性を持っているよっていうのがこの一文で表現できればという、意外と頑固だし、そうで、それがなんかロマンティックに言いたいじゃない。なんでこれになったんですけどね。すごいめちゃめちゃ中身だね。本当に中身。自由。いやだってさ、君へと歩き出すよ、そこに善悪はないよってすげえ一言だなと思うのよ。でまあ、最後には「アイズトゥアイズは Love You」となって、大きな愛で夢を今度は描こうとなったのは蜃気楼と会って、知らんような感情も芽生えて、メンバーと会っていい感情も悪い感情もたくさん知って、そして今歩けるからこういうことが言えるよなっていう。素敵じゃん。そうで最後がね、手をつないだままなんですよね。なんか意外とそういうところが、なんていうの、さっきはすごくリアルを大事にしてるって言ったんだけど、意外とメルヘンチックだなみたいな。チューとかじゃないんですよ。手をつないだ可愛らしいじゃない。なんか想像できるしね。そういうところが今回の「イクリプス」というかがり琥珀世界のソロの話かな。ありがとうございます。でも意外とレックの時どんな感情で歌っていたとかを後で聞けて嬉しかったけどね。たくさんなんか同じようなことを書いたりだとか、まあみんなそうだと思うんだけど、そうあれはそれを結構大切にしてくれたんだなっていうのは、まあみんなだけどね、すごく親でよかったなと思って。大きそうに大きな夢を描こうの歌詞の上に大きそうに歌う。まあでも出てますよ。
そこでなんかこうその金環日食がパチンとなんていうの、なるといいなみたいな感じだったな。まあすごくロマンチックな曲を、まあ、大輝が作ってくれて、ゲシュレが書いてくれて、かがり琥珀世界が歌ってくれて、すげえいい曲になったな。ありがとうございます。本当にかがりがこれ歌ってるの聞くと、もうすっごい自分に向けて歌ってくれてる感がすごくそうなの？直で感じるんですよ。聞いてるとなんだろう、俺に向かって歌ってる感がなんか自分を歌ってはいるけど、こう自分に歌われてる感じがする。なんか強い。そう約束とかあるから「君は」とか結構あるしね。に向けての感じでそういうところは歌った。それをめっちゃなんかこのかっこよさそうなところは息って歌いました。だし、俺これさっきのしふみの話じゃないんだけど、東京テレビっていう事故にあったじゃん。そう、まあスタッフが運転してる車が事故に遭ったっていうのがあって、あの時にかがり琥珀世界っていうのはすごく悩んでいて、それこそしふみほどバカクソな鬼長ラインじゃないんだけど、珍しくだよ、珍しく俺かがり琥珀世界と鬼長ラインぐらいはしたのよ。でその時にね、すごくいろんなことを考えてたり悩んでたりして、その中の一文で私の気持ちってこんなもんなんでしょうかっていう一文があったの。内容は言わないよ。なんだけど、その一文のその翌日にそうじゃないという否定の言葉が入ってた。それこいつっぽいなと思ってたんだよね。あったの。だからあれはさ、みんなね、おのおのにすごく考えさせられる事件だったし、モルフィンなんて、王妃なんてこれさ、3日4日一緒にいたんで、王妃なんてさ、だって事故した瞬間の朝からレックが入ってたので、ちょっと今日どうしましょうレックみたいな感じだったし、いや事故で怪我もあるのにずっと言ってたんです。病院でも私今日このままレック行かなきゃ。マジもう間に合うかなみたいな。なんならもう時間気にしてる。これがですね、M4 まあタイトルとしては、NIL ちょん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 これちょんちょんちょん合ってないんだ。何してるの？そうこれ本当はですねゼロゆえにと読んでほしい感じなんですよね。まあこの曲ですね。はい。メアリーラストのソロ曲ね。これは死んだ。これは死んだ。めちゃくちゃ疲れたし、あとなんだろうな、とにかく制作陣のみんながなんていうの、もう文字通り命削ったみたいな曲にまずなってます。で楽曲としては、これも大輝と作りました。で何度もやり取りしたんだけど大輝とも、これがねみんなして、それこそ大輝とゲシュレイと俺とみんなして、やばないですかこの曲やばすぎませんかみたいなのを言い合った思いがありますね。ダッちゃんが歌うってなる前ですか？作ってる時から。そうかまだじゃあそう作ってる時から、あなたの曲だよ。あなたの曲になって、そのものができてレックの前。そういうことか。そうこれはそれはすごいものができてしまったなみたいなところになるんですけど、この時もそれこそさっき言った事故があって、でどうなるんだみたいな、俺らも
分からないことだらけな時もあったんですよ。例えば、のんのの怪我の具合とか、あなたたちの怪我の具合とか、テキストではもらってるし、病院の診断書とかそういうのももらってる、けれどもそこにはそんなになんですよ、全員、まあ3週間ぐらいっすみたいなことが全員書いてある、そののんのも含めて全員書いてあって、そうか、でもまあ実際には会ってなかったから、まあ分からないな、まあすぐ会えるものでもないし、それこそ大日ぐらいから飛び出してきたのはそうですね。いやいやもう家におれよみたいな感じだったけど、いやいやいやもうなんかいても立ってもいられないんでみたいな、 NSLE 俺行くんでみたいな、いや行くなみたいな、いやもう仮に行ったとしてもライブ出るなみたいな、って言ったらもう号泣みたいな、なんかまあそんな感じだったんでその時ね、で、じゃあラストの生誕からやれるのかやれないのか、どうなんだみたいなでそれこそここで、それこそラストとも、個人的に喋って、まあみんないろんな思いを抱えてるし、いろんな事象もあるし、ということで、だけど私はやりますと。そして、その話し合いの最後の時に「ソロ曲って」って言い始めて俺はグーってなってまたまあライブやるかやらないかの話だったから、まず、ソロ曲気にしてきたってなってじゃあそれがまあすごくラストっぽいなとも思ったし、で逆を言うとまあ今回ね、みんながこれ誰か一人がかけたらもう嫌だなって俺は思ってんだけど、最初ね事象として7人で始まったんだけど、もしかしたら4人ぐらいまで減るかもしれないよみたいなことを言っていて、で実際そうなっていて、だからもうほんと一人一人、大事にやるし、まあだけれどもチョムの、千村しふみの、ソロ曲があって、いやいざとなってラストが、復帰、それこそ東京テルテが復帰のタイミングでラストのソロ曲、マジかみたいな、まずそっからだったよ、難しいタイミングだった、本当に。そう、すげえ難しいタイミングだった、ほんで俺はその大輝の曲をもともとすごく大事に撮ってたの、大事に撮ってて、どうしようどうしようって考えて、いやでもラストやりたいって言ってるなんかじゃあいい曲にできないかって進めていって、気づいたらこれになってたんですよ。でこれはすごくだからみんなの中で、制作陣の中で当然メアリーラストっていうものをまあ意識してやったわけなんだけど、何よりも一個のまあソロ曲とか東京テルテルとか一回忘れても一個の作品としてもう命を削って作ったっていうのが今の楽曲です。でまあこれ頭からねいくんだけど、まず月種類、そして僕の中で決めていることがあって、ライブアイドルというものをやるときに、ライブが主体なわけだ、当然ながら。でライブがかっこよくなかったら何の意味もないし、それこそ SNS ってすごく大事だけど、 SNS の数字とかなんとかっていうよりもライブやっぱり大事にはしたい、これがまあその哲学として進めてるものなんだよね。でその中で絶対決めてるのが、季節という単語を入れないっていうのは聞こうと思ってたんです。決めてるんですよ。そうだったんだ。初めて入れた。そう、なんか子供メンタルって季節ソングないですよねって思って、勝手に思い浮かべることはあるけどっていう話をしようと思ってたんですよね。夏の曲とかね、よくあるじゃない、ね、夏みんなで盛り上がる夏の曲とか、まあ逆にねクリスマスソングとかあるんだけど、それは絶対やらないって決めていて、そ
でなぜかというと夏になったら聴きたいけど、夏じゃなかったら聴かれないのかってなったら、ものすごい寂しいんですよ。でライブでもそれはすごく使いづらいというか、夏になったら出てくるけど、夏にならなかったら出てこなくなっちゃうかってなるとすごく嫌だなと。で今までもうとにかくこんなことはもう考えてなかったけど、もう避けてきて避けてきてっていう単語っていうのはあって、それがこの季節、そしてどうしてという単語、これはもう徹底的に避けてきたんだわね。本当にリコリスっていうのを悲願と言って表現するってことはあったかもしれない。でもリコリスという言葉をリコリスアイロリーの次に使ったのはそれこそリコリスアライブだけだし、とかっていうふうに単語1個で俺たちの思いがもう本当に全て入っていると言っても過言ではないぐらい大事にしてるから、それこそ全部君のせいだ無題合唱という曲を作った時のサビでどうしてどうしてというのがあるから、どうしてというのをなるだけ使わないようにしてるわけ。特にサビなんか絶対使わない。かぶるし勝てんし、そのどうしてにこのどうしてはって思ってた。でもね入ってるんですよねサビにしかも入ってますね。いやそうなのよ。だから、みんなの曲そうなんだけど、特にお墓に入れてほしいなって思う一曲にはまあなってんだけどこれ、で、とにかくそのWhen Spring Comes、春が来たよというね、ところから始まって、ラッチャラの誕生日は春なんだよな。なんか冬と春の境目ぐらいのね、ちょうどいい感じのところ、でとにかくラストっていうのは良くない言葉というか悪い言葉で言うと鬱陶しいというか面倒くさいところがあるんですよ。違うなんていうのなんで成人なんだってわかる？じゃあもう子供みたいなもん、何歳児みたいな、もうとにかくなんでこれはなんでなんですか、これはなんでなんですかみたいな、じゃあ分かるんだけどその説明してると日が暮れるみたいなことがあったりして、そういうところがある子なのよこの子はね。だけどみんなの中でどう思われてるか俺は全然知らないんだけど、俺この人いなかったらやってないなっていう思うこと東京テフテフで何度もあるわけ。こういうのを悪い言葉で言うとうざさみたいなものがもうずっと呪いみたいにやってあげないとなってなる原因だったりもするわけよ。そういう意味で言うとラストがいなかったら俺はだよ、他の人は知らん、俺は東京テフテフの面倒多分見てないと思うんだよね。っていうそれぐらいそういう部分ではミューズであって、で、よくねラストを乗っけてね車を運転してる時、それこそかがり琥珀にしたように琥珀世界にしたようにいろんなこと聞くわけだ。そうほんでその時に一番印象に残ってるのが、これは見てる人はもしかしたらちょっと傷つくかもしれないんだけどなんて言葉にしたらいいかな。そうそうしちゃうね。なんていうの、これ言っていいのかわかんないです。どれですか？どれ何？じゃあむずい YouTube むずい。そうね。多分あれかなって思ってるけど。これに。うわ通販ありがとう。ありがとう。通販。でもいいんじゃないか。いいんじゃないですか。大丈夫なんかな。大丈夫だと思います。そう憂い系あるもん。そう憂い系はあるよ。ラストと喋っていっちゃ印象的だったのは、死にたいっていう気持ちがずーっと小さい頃からあったんだって。でこれ同じくして制作陣もみんな実際に例えば僕もそうだけど、いくつだったっけなあれ28歳9歳とか和歌山で
こうその後に発見されたとか、うんまあそういうこともあったりするんだって。でそれっていうのは世界にいる人がみんなかどうか俺は知らないけど、うん、でもそういう思いを抱えてる人っていうのは、必ず一定数いると思うんだって、で、こんなことは軽々しくは言えないんだけど、これゼロゆえになんだけど、ゼロであること自体がもうすでに明石家さんまで言うと優勝みたいなもんなんで、まあ、生きてるだけで丸儲けみたいなもので、確かに僕らはそういう思いを、死にたいみたいな思いを抱える時が確実にあって、みんながあるか知らないよ、けどラストはあって、でそれはすごくまあ運転しながらも、まあなんでなんだろうねとか、でもいつからあったんだろうねとか、いやもうすでにあのぐらいの時にはありましたみたいな、そういう話いっぱいしてて、ある人もいれば、ここの中のメンバーをね、ないっていう人もいると思う。別にどっちがいいとかどっちが悪いとか全然ない。でもそういうことが実際にあって、そうでそれってすごくむずいのよ。何かを変えたからといってその思いがなくならないかと言われたらそんなことないし、すげえ楽しい超幸せだってなっても、ふと我に返った瞬間にっていう時がいっぱいあるわけだ、いっぱいある、本当にいっぱいあるよ、そういうのって。でまあこれそれこそ歌詞にそのままなるんだけど、そんな中でも生きてきて、それこそラストっていうのはもうオーディションの時の写真からもうね、それはもう大背伸びなわけだもうね、足こんなもう本当にもうピンピンのこんな背伸びで見えてない背伸びしてる。じゃ背伸びっていうのは実際の物理じゃない自分をこういう風に見せたいとか、こんな風に見てほしいみたいなのがもう超大背伸びしてて、で実際にまあ活動をし始めてからも自分はこう見られたいとか、ああ見られたいっていうのがすごいたくさんあったわけだ。でこれいいことでもあり、悪いことでもあって、どちらがいいとか悪いとかっていうのはないんだけど、でも実際にそういうことがあった。そして、だからこそいっぱいこの手のひらの隙間からこぼれ落ちていっちゃうわけだ。だって自分に実力が足りてないんで、何に関しても背伸びしたって仕方ないじゃんってこといっぱいあったはず。でそれがもうそのままそれこそ書いたんだけど、そうすると今度は自分の気持ちがどんどんそのよからぬ方向にどんどん向かっていくなんて、でも向かっていくのに同時に比例するように、反比例するように、まあ簡単な言葉で言うと承認欲求みたいなものだったり、自分を認めてほしいものだったりだとかっていうのがたくさん生まれてきて、だからどんどん人間の個体として矛盾していく人がどんどん出来上がってくるなんて、そうすると不安で仕方ないから、これはなんでなんだろう、これはもう把握しておきたい、これも手のひらの中に入れておきたい、もうこれはもう自分でしっかり分かっておきたいって、どんどん不安でなんで病にかかるんだってそれが、俺がメアリーラストに出会った時の病状クリニックで診断されてるだったんですよね。そうでそのままね、それこそこれが B メロになってくるんだけど、そのままもう無理やりにでも頑張って紡ごうとするわけだ、側をなぞって本質を捉えないまま側をなぞってやろうとするんだけど、なんて言うんだろう、うまくは当然いかないわけだ、でもうそのまま一番になるんだけど、やっぱりそのさっきの大いなる矛盾が今度はどうしてっていう言葉にやっぱりなってくるんだよね、とってもしんどいからこう生きていたくない
だがしかし生きているんであれば誰か認めてくれないか。でも認めてくれたからといってそれが、その気持ちがなくなるかもわからないみたいな、そうするとやっぱりどうしてになって、結局のところ一番ではもう全くまだわからない、でこれをそれこそ俺は運転してて、あれどこだったかな、ファミリーマートが横にあったんだよ、右側に。どこだファミリーマート右側にあってたまたまね、でそんなことを喋ってたんよ、で、ああこういう子は生きるのすげえ大変だろうなと思いながら運転してたんよ。でも当然ながら自分にも当てはまるし、それこそ月収にしても代金にしてもみんなに当てはまることだったりするし、あるそういうのないか。私は知りたいって思ったことはない。だからそれすげえんだよ、やっぱり筋肉かな。大事なんかその、ネガティブな思いがあってもこの例えばここの筋肉がなんかこうグイッてなってなんかわかんないけど、そうそうでないかも。いやいや、そのね人にねよるんだけどさ、そうでもそういう人がたくさんこう集まってるから逆に面白かったりもするし、僕はたまに言うんだけど、行方シリーズつれづれっていうものを始めた時は、みんなでそのなんていうの、制作陣、林くんとか柴くんとか、和樹とか僕とか、月種類とかみんなでバンドやってるような気持ちでやってたっていうのと変わらないぐらい、今回のラストのその曲っていうのはみんなそのしんどい思いを抱えてた人が作ったものなんで、まあもう食らいすぎちゃってちょっと出せないかもみたいなぐらいまでは結構来てたっていうのはちょっと裏話ではあって、でまあでもそこからねもう頑張ってテフテフに入るんですよ、ね、で伝説のオーディションの合宿何にもできなかったけど3日間でなんか頑張って、で最後にはあんなにきついこと言ってた他の全君にしてもつれづれにしても閣僚にしても、西暦にしてもがみんな涙するっていうぐらい頑張ってた。でもそこから例えばテフテフになってから、この子はこの子でまた、なんていうの、こうあっち行ったりこっち行ったり自分の気持ちがね、していて頑張れたり頑張れなかったりするのよ。でもその自分が背伸びしてよく見せたいとかよく見てもらいたいとか思ったんだけど、でもそれが叶わないわけだ、ね、なかなか叶わない、全然叶わないけれども、そういうのを繰り返すうちにちょっとずつ強くなるね。ちょっとずつなんか何回かあったはず、この子もなんか嫌だなーっていうのから頑張ろう嫌だなーから頑張ろうみたいな、やっぱこうやって繰り返し、これみんなそうだと思うんだけど、でそんなのが、まあ、それこそこの 2A には、書かれてる。特にこの答えが欲しくて子供のように泣きじゃくるとかっていうのは子供メンタルの根源の哲学かな。あれロゴが渇望の少女って言って、飲んでも飲んでも喉が渇いちゃう少女が書かれてて、あれを書いたのはミルクが書いてくれたんだけど、で僕がそういう風な、モチーフがいいって言って、であれを書いたんだけど、まさにこうなのよ。ミルクと喋ってて、ちっちゃい頃どんな子供だったかって言ったら、お母さんしかいないんだけど、お母さんにデパートでなんかちっちゃいおもちゃを買ってほしいんだけど、でも貧乏やで、買ってって言うんだけどお母さんはダメって言うと、そうするともうそこで背中をつけてわーってやる子供もいるし、たまに見かける。今でも少なくはなったけど、でもたまに見かける。でもああいうことだよな、俺たちがやりたいことっていうのはずっと言ってて、まさにそうっていう感じで、あなたのなんでなんで病もまさにこの答えが欲しくって、不安だから答えが欲しくって、でも答えを手にしても結局また不安に戻っていっちゃうんだけど、
そうなので自暴自棄に入るんですよ。未来ごと色あせてしまえとか言い出す。昨日ラッシャーに普通に会話の流れでなんかそのニルゼロゆえにの話してて、でここすごい好きなんだよね、なんか自暴自棄みたいでみたいな。もうじゃああるもんな、自暴自棄って本当にあるもんね。いやでもそういうことがすごくあって、で本当は自分でたくさんのものを描けるのに自暴自棄になっていくから、もうとにかく何でもガッシャンガッシャンってしてやれっていうところが、まあラストは多々あるんですよ。多々あったかな。今でもたまにある。しふみもどっちかって言ったらちょこちょこある。まあ大人分な気持ちを持ってる2人はあんまりないかもしれないけど、それでもきっと俺らが知らないところではあると思うんだ、そういうところってね。それがもうそのまま書いてあって、それこそそういうとこ俺は何回も見てるな、この感じ。まあ逆にそれを「アッシュ」って曲で消化させたりとかしてきたけど、だからすごくこう印象的なフレーズだな。でもやっぱね、またね立ってしまうのよ。しんどいし、しんどいのにまたみんなの前に立ってまた歌おうとしたりとか、また踊ってみたりだとかしちゃうんよ。果てしなく矛盾なのに、なんで自分から傷つきに行くのか知らんけど、でもそういう差がないよな。なんで例えばこうやって僕もさ、こう人前で喋ったりだとかして、であいつ死ねとかって言われたりするよ。山ほど言われる、そんなのね。まあ別に俺どうでもいいんだけど、でもそういうことやっぱこう伝えたくなっちゃうんだよな。これだから差がなんだよね、そういうのが。だからそれがこうみんなにすごく伝わるといいなと、この2番サビまででね。思う。あとはこのラストのソロ曲、まあジャケットとかはさ、今回は「フォアイリー」はこう一つなんでないんだけど、ソロ曲にするんだったらどんなんがいいかなって思ったのがこの最後のフレーズ、その曲のジャケットか。ちょっとやってみてもらっていい？両手でこの身を抱いてっていう、そうそう、こんな感じがいいなと思ってたのがここですかね。はい、そして、D メロというかね、レミヒのとこね、私の生きる理由。まあここはね、まあ、自分でまたあれしてくれ、翻訳してくれ。これはもうあんまり言うことじゃない。そうだよ。そして超大サビね、どうして生まれてまでが、奥下で歌われてて、君だけを求めてしまうので奥上で歌うところね。ここはもうマジでいい。説明はいらないんじゃないかな。聞けよ。いらない。いやマジで聞け。いらないよ本当に。まあもう全てですね。君というのは当然ながらあなたのこともそうだし、この説明のつかない気持ちのこともそうだし、この死にたい気持ちがあるのにまた立ちに行く、傷つきに行くっていう気持ちもそうだし、いろんなものがミーニングとしては入っていて、中身にそれが君ですよね。自分でもあると思う。求めてしまうのよね。それ奥上で奥上で求めちゃう。さらにね。さらにね。さらに。そうそうなのよ。でまあそうなったらね、やっぱり消えない何かが欲しいなって思って、その消えない何かを刻むことによって、要は自分たちの足跡だよね。東京テフテフというもの、メアリーラストというものが生まれて、前世もあったけどこの子、けどちょっとね、そうけど
まあこの活動に命かけてやってるわけよ、もうほんと隠し事がないわけだ。もうこれこそ言えね仕事がないことが隠し事。え。そうやな。そうでも本当にそうぐらい命がけでやっていて、それがあなたたちが歩いていく足跡が消えぬ証、それをたどっていくとか自分でつけていくことによって初めてそこがスタートラインゼロゆえに私たちは歩いて行けます。お疲れ様でした。なんかすごい壮大ないやでもこれマジでね何回も死んでるな。もう聞いてるだけでもたまに死ぬもんな。聞けないですちょっと総称するとどうなんよ 4ID は。グッドグッドだね。最高。本当にいいものになったな。みんなもそう思ってくれるといいけどな。めちゃくちゃ好きだな。そうそれこそ遠征の車とかでイヤホンしてずーっとみんなのいやわかる。ループして聴いてたりとか。あとはあれかな、やっぱりそのライブアイドルとしてさっきも言ったけどライブを意識して曲作りっていうのを徹底的にしてきた中で、作品っていうものはあんまりやっぱり作ってきてないんですよ。もう数曲しか作ってない。で今回はやっぱり全部作品と思って作ってるので、だからどちらかというと申し訳ないけどライブというものよりも一個弾いたところに曲があって、でメアリーラスト、ゆずりは王妃、市村しふみ、かがりこ博世界っていうものをより、深く知れるようなものを作ったつもりだから、なんかそれも嬉しかった。あんまりできないから、やっぱりそうバタフライドグマってなったらさ、ね、みんながライブで楽しめる曲とにかく作んないとって思って作るし、あなたたちのライブで足りない要素は何だろうとか、セクシーさかな、いや、ちょっとこううるさい曲かなとか、いやこういう曲だって、こういう風にアルバムを作ったりするからそれも楽しいんだけど、あなたたちと一緒に作品みたいなものが作れたっていうのはすごく思い出深いものになったな。だからこういうのを引っ提げてというか、こういうものを持ったままやっぱり大きな場所に行けるとより一層なんだろうな、そのあなたたちの活動が説得力を帯びたものになるんじゃないかなと思うかな。あとは何年も歌ってほしいですね。歌いたい。そうね。マジでいい。でもこの 4ID っていうタイトルをつけた時天才って言った。天才です。私自分で天才って。天才です。やばい。すごくね文字の並びも超気に入ってるし、4にもなるのがそういうことですね。いいですよね。いろんなのが天才いっぱいですごいいっぱい詰まってるこのタイトル。そうね。だから俺これさ、まあ見てる人はどうやって思うか知らないけど、本来で言うとのんのの曲も一生懸命みんなで作ったし、まあ聴いてほしいなとも思うけど、でもまあのができなくなっちゃってこの4人になったんだけど、それはそれでこういうふうにやっぱり奇跡と奇跡がこうやって掛け合わさっていくんで、それってこの子たちが頑張ってるからだよなみたいなことはまあほんのり思ったりするよね。そんなところよ。もう疲れたよ。すごいありがとうごありざいます。がとうございます。嬉しい。なんかより解釈が深まって。だから今日のみんなのお客さんの中での一番のポイントは多分俺の足。見たことないその配信。じゃあ俺さやっぱさちっちゃい頃機械体操やってたからあ、綺麗な。つま先まで伸ばせっていうね。確かに。何バレエみたいな感じ。そうそうね。全然にいい話ばっかり。まあみんなもね今日話したようなことをちょっとねアーカイブは残しておいてさ、1週間ぐらいね、まあそんなのを聞きながらとかもう一回ね再度ね曲を聴いてもらえるとすごく嬉しいし、逆というか僕ら音楽を作っていて音楽を届けてやってるけどさ、一番難しいのって音楽を全く知らない人とか、あと知ってる人でも
3分みんなの時間を奪うことがどれだけ大変なことかって俺たち一番知っていて、ワンマンライブなんてもっとそう、1時間とか2時間人の時間を奪ってやることなんですごいことなんですよね。だからいつも感謝してるけど、まあ、逆にこういうのを作らせてくれて、まあ、僕らから制作陣からするとあなたたちがいつも頑張ってるからこういうものができたんでやっぱり感謝ですよね。それこそでもこういう子たちを支えてくれてるあなたたちが一番ありがたいしいつも感謝してる。そうね、僕が言ってるけどライブで聞くともっといいなってなるってね、その通りだと思う。で昨日ね王妃とラストソロ曲ちょっとやってもらったり、香川じゃないな岡山で「琥珀世界」山梨でそうしふみがやってくれてたりしたんだけど、俺一回ずつまた再度見たんだけど、いいですよやっぱり面白いすごく。その時の感情ブリブリだったりするんで、で昨日なんてさもう3日目で喉もふわふわな状態で、決して歌がうまかったわけではないけどでもそんなの関係なかったね。みんないいライブ、みんな良かったすごく。噛み締めてた後ろでね。まあそういう作品ができたっていいことじゃない。はい。嬉しいことですよ。まあそんな感じでね、まあお礼とかしていくんでしょうから、はい、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございます。楽しかった。これでもっとなんだ深いところまできっと知れたと思うし、自分らもね知らなかったこととかさあるし、思ってたのとさ自分とはさ違ったのがさあったしさ、しかもさなんかさ自分のことをさめっちゃ喋ってくれるわけじゃん。何を言われちゃうドキドキマジかなり小声で「何大丈夫かな?」なんだはって言ってた。やっぱねそこのベースがあってこそこの曲がもっと深まっていくと思うから、いろんなことを知ってもらえたいい機会だったし、もう一回見てほしいもんね。改めてカードをねこう見ながら歌詞読んで聞いてほしいね。じゃあねぜひいっぱい聴いてほしいわ。とにかくいろんな人に今日も CD をゲットしてくれて配信を見てくれてありがとう。